こんにちは、けいこです。アニメや漫画を見て日本に興味を持った人は今とっても多いですよね。私が働いているアカデミアでも10代、20代、30代までぐらいはだいたいみんなアニメが好きで日本語を習いに来ています。でもアニメで見聞きする日本語とクラスで教科書で勉強する日本語とちょっとギャップを感じたりすることはありませんか？実は日本語は文を書くときとそれから話すときでは言葉の使い方が全然違うんです。今日はその説明をしていきます。今日はずっと日本語を喋っていくので、スペイン語や英語でその意味を知りたい人は字幕をつけてください。それからみんな今のアニメや漫画すごく詳しいから、日本で誰もが知ってるクラシック、それをここではご紹介したいと思います。漫画を無料で読めるウェブサイトもご紹介したいと思います。最後まで見てくださいね。よろしくお願いします。はい、じゃあ始めていきましょう。先ほども言ったように日本語では書くときと話すときでは言葉の使い方が全然違います。大昔は一般には物を書くという文化が日本にはありませんでしたから、宮廷などでは中国から伝わってきた言葉、漢字ですよね。それを使って書いていました。だから書くときは中国語、話すときは日本語というそういう二重構造があったんですね。しかし時が経つにつれ使うのは漢字だけど、その書いてある文章は日本語の文法に沿った書き方をするようになっていきます。そして今からだいたい1000年ぐらい前にひらがなとカタカナができましたので、そこからは話す言葉とそれから書く言葉も徐々に統一されていきます。だから今も書く言葉と話す言葉が違うのはその時の名残かもしれませんよね。書く時の書き方を文語、それから話す時を口語と言います。現在はもちろん文法は口語も文語も同じですが、文語はきちっとした書き方なのに対して口語はそれをもっと崩した形、自由な形になります。片方は写真、もう片方はピカソの絵みたいな感じですよね。だから日本語の文法がまだよくわからない、それとか聞き取りがまだよくできない人にとっては文語より口語の方がちょっと難しく感じるかもしれないですよね。例えば仕事や会議などフォーマルな席では文語に近い形で話しますからまだ分かりやすいですけど、アニメでは特にティーンエイジャーの話などが多いので造語も多いし、実際に話している会話のスタイルが多いのでちょっと分かりにくいかもしれないですよね。難しいをむずいとか、じゃあそういうことでお願いしますをじゃあってことでなんて言われるともう全然違って聞こえるしわからないですよね。ドラえもんやクレヨンしんちゃんのように子供のアニメでもなかなかわかりにくいですよね。でも私はアニメを見るなとは言いません。どんどん見てください。アニメも勉強になると私は思います。面白いことだったら苦にならないですよね。例えばピカソのゲルニカを見てすごいなと思って、でピカソがそれでもちゃんと基礎から勉強したんだなっていうことが分かれば自分も基礎から勉強したいと思うし、すごいなと思ったそういう感動っていうのは後で辛くなった時に励ましてくれます。そうだよな、あれは良かったなと思ったらそれが励みになって勉強を続けていくことができます。でも選ぶなら最初はアニメより漫画の方が分かりやすいかもしれませんね。まずは漫画で単語や表現を勉強して、その後でアニメで聞き取りの練習をするといいと思います。漫画で人気が出てアニメになった作品はたくさんあるし、それぞれアニメも漫画もストーリーやセリフはほとんど同じなので、読むと聞くの両方を勉強することができてとてもいいと思います。
私も漫画が大好きで、子供の時6歳とか7歳ぐらいから漫画を読み始めて、ずっと大好きだから読んでいたんですけれども、おかげでみんなよりも早く、普通よりも早く漢字を読み仮名なしで読めるようになったり、たくさん単語を覚えることができました。ただ私はネイティブなので、漫画を読み始めた頃にはもう文法がだいたい分かっていたので、皆さんのように外国語として日本語を学ぶ方たちには、まずは日本語の作りを覚えることをお勧めします。日本語の構造、グラマティカではなくって、話す時にどういう形でどういう種類があって、誰とどうやって話すという、そういう構造ですね。その構造をまず理解することをお勧めします。そうすれば漫画やアニメのセリフがどこから来ているのかがだんだん分かってきます。日本語には普通体、丁寧体、そして敬語、この3つの構造があります。そして敬語には自分の行動のために使う謙譲語、そして相手のために使う尊敬語、この2つがあります。この2つを合わせて敬語と言います。で、この3つは誰と話しているか、それから誰に向かって書いているかによって使い分けていきます。例えば、まず普通体は家族や友達など自分がリラックスして話すことができる人に対して使います。丁寧体は一番よく使います。誰にでも使います。知らない人、公の場で話すときはこの形を使います。今私が皆さんに話しているのが丁寧体です。よく間違えるのが、スペイン語ではフォルマルという言い方をするので、とても丁寧な言葉だと勘違いしている人がいるんですけど、これはごく一般的な話し方ですから、逆に知らない人に普通体で話したら怒られる時もあります。だから気をつけてください。そして丁寧体よりもっと丁寧な言葉を使いたいとき、例えばあなたの上司とかお客様とか、もっと丁寧に話したいときに敬語を使います。たくさんあって大変ですよね。でもこれは避けて通れません。もし将来日本に住みたいとか、日本語を使って仕事をしたいと思っている人は、特にこの構造をよく理解しておくようにしてください。日本の漫画のクラシックといえば、まずはガラスの仮面。現在最新刊の49巻が発売中ですが、1976年の連載開始時に13歳だった主人公マヤは未だ21歳という驚異の時間進行。私は子供の頃に読んだままでしたが、最近新しい巻を読んで、話の中ではまだ8年しか経っていないのと驚愕しました。マヤが女優として成長していく物語で、特に最初の10巻ぐらいは波乱万丈なので面白いです。1984年にはアニメ化、1997年、98年にはテレビドラマのシリーズにもなりました。今の若い世代からあなたのお父さんお母さん、ひょっとしたらおじいちゃんおばあちゃん世代まで絶大的な人気を誇る日本国内での売上5000万部を超えるクラシックです。そして今でもかなり笑えるのがハイカラさんが通る。1975年から77年まで雑誌に連載された全8巻でアニメ化、映画化、舞台化、そして2017年にはアニメ映画化されたロマンチックコメディの代表作です。これも最近読み直してあまりに笑えて2日で一気に読んでしまいました。侍文化が終わって西洋の文化が花開く大正時代の話なので、その頃の日本を知るのにも役に立つ漫画です。漫画のサイトにはコミックシーモア、ブックライブなどオンラインで期間限定で無料で漫画が読めるシステムや試し読みができる漫画サイトがたくさんあるので見てみてくださいね。はい、皆さんどうでしたか？このチャンネルでは日本語を分かりやすい説明で学ぶことができます。まだサブスクライブしていない方はサブスクライブしてくださいね。よろしくお願いします。じゃあまた次のビデオでお会いしましょう。さよなら。